皆さん、さつまいもは好きですか？私は大好きです。見てこの立派なさつまいも。農家のね、お友達にいただいたんですけど、すごい、いつもありがとうございます。で、好きすぎてね、ちょっと傷んでるというか黒いところをねちょっと切り落としてるけど、とってもね他のものと変わらずすっごく美味しいやつだよって言って袋の分はもらったんですけど、いいんですかって言ってそっちももらっちゃいました。でほら、こうやってさ黒いところがちょっとあるんだけど、こういうのってやっぱね農家さんたちもね切り落としてね食べるみたい。でもね綺麗にほらお店で売るようなやつとかともう変わらないぐらい味は美味しいんですよ。その切り落とした以外他の部分はね。で実際私も食べてみて本当に変わらないぐらい美味しいの。だから野菜ね、さつまいもに限らず野菜に言えることだと思うんだけど、他のお野菜にもね、そういうところはちょっと気になるところは切り落として、他の部分は大事にしっかり美味しく食べるっていうのが大切だなと思って、子供たちにもこの日伝えました。はい、こんな感じでね、ちょっと夜ご飯を作る夕方のバタバタする時間がもう迫ってたので、そんな時間にねこうやって炊飯器でお芋を蒸してね、さらにオーブンで干し芋にしようとしてるのが私なんですけど、もう早く食べたいからさそうで一応コンロをねそういう時間帯に占領されちゃうとちょっと困るなということで、炊飯器でまずお芋をふかしました。ちょっと気になるところはこうやって削いで落としていきます。でもね本当に変わらなく美味しいんだよ。だから皆さんもあれって思ったりすると、もうそのままねこうポンってちょっと処分しちゃう方とかもいないと思うけど、もしいたらそんなにねもったいなくて悲しいことはやめて、ぜひその部分だけ落として他の部分は食べてみてください。もうね本当に変わらずすごく美味しいから。で炊飯器でお芋をさふかす方いると思うんですけど、私もこれからずっとこれでいいかなって思うぐらい本当に簡単だし美味しかったです。いつもねやっぱお芋愛が自分としてはね強いから、じっくりちょっと火加減見ながらどれぐらいなんかちゃんと通ったかなとか途中でちょっと見ながらねお鍋でふかすのが好きだったんですけど、ボタン一つでほったらかしにできるし、ムラなく下の部分も上の部分も均等に綺麗にふかせてました。で8割9割お芋をね結構ずっしり入れたんですけど、お水の量はお米3合を炊く時の3の線のところまで張りました。こんな感じでお水を3合のところまで張って、で上の方はお水がかぶってないんだけど、上の方もね蒸気ですっごく綺麗に最後ね蒸せてたから全然心配しなくてもいいと思います。はい、こんな感じで3の線のところまであったでしょ、水が。でこれであとはもうスイッチをオン押すだけ。普通の炊飯ボタンで押すとホクホク系で炊けると思うんですけど、私はこの後干し芋作ってみたいっていう、干し芋はねちょっと初チャレンジだったのでやってみたいっていう気持ちがあったから、玄米コースでじっくりしっとり炊き上げてみました。もう玄米コースがある方はそれを選んで炊飯ボタンを押すだけですね。時間がね普通の炊飯より20分とかちょっと多くなると思う。はい、で炊き上がりがこんな感じですね。もうさこれだけで絶対美味しいに決まってるんだけど、もうそこはグッと我慢して、もう子供たちができたできたって寄ってきたけどまだだよって言ってはい、で竹串で下の方を刺してみると上の方のお芋とね全然変わらないぐらい綺麗に同じ硬さで火が通ってたから、ぜひもう子供とかにお芋食べさせてあげたいとか、自分もねもちろんそうだけど、ちょっとなんかお芋のお菓子作ったりとか調理するのに下ごしらえでお芋をふかしたいという人は炊飯器めちゃくちゃ楽だったからおすすめです。はい、で一応この後保存食の干し芋を作りたいっていう、もう私の大きな願望があったから、一応ねアルコール消毒で
時間が経った後カビとかにねならないようにアルコール消毒をして、その道具でカットしていきました。もうさ簡単なんですよ、工程は。もう見てわかると思うんですけど、お芋をふかして皮を剥いてカットして、あとはもう低温のオーブンで焼くだけで、低温だから焦げ目もねそんなバーッとつかないし、もう見張っとくとかもいらないから、本当に炊飯器で炊くのもオーブンも結構ほったらかしでした。その間に夜ご飯の支度したり、子供たちの勉強を見たり、一緒にお散歩に行ったりしてました。でめちゃくちゃ暑いから、やっぱねお芋の皮むくときみんな気をつけてね、こういう綺麗なタオルで皮を取っていってください。ちょっと私はね竹串でピッと線を入れて最初取ってたんですけど、冷めてきたらもうね大胆にいけると思うね。さつまいもって本当に美味しいですよね。だけどね、今一番下の1歳児の末っ子くんがちょっとね知恵がついてきて偏食になりつつあるんですよ。ほらお姉ちゃんたちがいるからさ、おやつも食べるのいろいろ早くて、上の子たちよりもう今ゼリーとかも食べちゃってるし、でもう世の中にはもっと美味しいものがあるみたいな感じでね、もう緑のお野菜とか大好きでね、スープのお野菜とかバクバク食べてる1歳児だったんだけど、1歳前半はね、もうここ 2,3 週間ぐらいねちょっとじーっと見てね、食わず嫌いなんですよ。色で判断するの。だからこのお芋もね食べてくれたらいいなと思いながらやってるんですけど、かぼちゃが苦手らしくて、どうもちょっと甘いのがね苦手みたい。ゼリーとかは食べるくせにねでもなんとかして美味しいの食べてほしいなということで、このねふかしたり欲しいもの準備をする前に、実はすぐねお芋チップス作ったんです。それはねバリバリ食べてた。すごい硬いのにもうバリバリ食べてました。スライスして揚げたさつまいもにきび砂糖とちょっとだけ岩塩、お塩を振りかけてあえたやつをこの日ね学校から帰ってきてみんなにおやつで出したんだけど、もうね1歳児もそれはバリバリ食べてたもう私もバリバリ食べました。美味しすぎて、もうみんなでバリバリ3本分食べたの、このでっかいやつで気づいたらパパのはもうないっていうねもうそれぐらい美味しいお芋なんですよね。はい、感謝です。そんなね貴重なのをプレゼントしてもらえてありがたいです。こうやってあとはもうカットしていくだけですね。でなるべくほら保存食って思ってるから、この美味しいお芋をねちょっとずついつまでも味わいたいから、先に保存食作りたかったんですよ。で欲しいもチャレンジするぞってやってるから、なるべく素手で触らないように少しでもねって思ってこうやってるんですけど、このね今動画を編集してる2日前なんです、このお芋やってたのが。だけどねもうねほとんどない。もうね美味しくて子供たちがどんどん食べちゃうの。保存食の意味ないだけどさ、やっぱ干し芋にするとギュッとなんかこう凝縮されるっていうか、旨味と甘みがなんかこうギュッとね、でちょっとちっちゃくカットしたんだけど、それでも十分満足感があるの。普通にふかしたお芋だとバクバク進んじゃうけど、お腹空いてる時とかさ、だけどちょっとお茶受けみたいな感じになるんですよ。私独身の時からさ、普通にスーパーとか、もう最近はほら100円ショップとかにもレジの横に売ってたりするよね。欲しいも買う人間だったから自分でね。だけど国産の干し芋って意外と高いんですよね。でもなんか作るってなると天日干しして日数かかるし、そんな難しいことできるのかなと思ってたんだけど、調べてみたらさ、オーブンでやるやり方があったから、これは一回ちょっと実践してみないといけないと思ってやってみました。お芋愛が強い人はねぜひやってほしい。本当にね美味しかったから、これちょっとお友達にもあげたいって思うぐらいの、なんかもうスイートポテトとかそういういろいろね美味しいお菓子あるけど簡単なのでも、それとはまたちょっと違う手の加えた自然な美味しいお菓子です。はい、でね温度は100度で60分まず片面オーブンで焼きました。本当にもう低温で
で時間は長いけど一応表面を乾燥させるって感じで裏返して次は120分で30分間焼きました。でこんな感じでもうね色もギュッとなんて言うんだろう、こうもうなんか輝いてるよね。美味しかったです。特にね次女ちゃんがもうドハマりしてこの干し芋にバクバク食べるの見て、この嬉しそうな顔もうみんなで美味しくいただきました。ありがとうございました。